こんにちは。お元気ですか？今日は5月の23日の土曜日ですね。最近、日差しが強い日もあったりとかしてね、お家の中にいても、顔がちょっとピリピリしたりとかするんですよね。日焼けというか。なので、お家の中にいても日焼け止めをね、最近はちょっと塗ったりとかする日がありますね。あの、あんまり私もね、もうアラフィフの年齢になってくるとね、あんまり外見とかね、ちょっとあんまりちゃんとしてないというか気にしてないというかね、そういうのがあって、あまりよろしくないとは思うんですけれどもね。なので、ちょっとぐらいシミとかできちゃっても別にもうさ、みたいな、なんだろう、ネガティブな感じじゃないんですけども、まあ、いっか、みたいな部分があったりとかしますね。まあちょっと今も顔が少しピリピリとかなんかちょっと乾燥と同時にピリピリしたりとかするので、ちょっと日焼け止めねまた塗ろうかななんて今思ってたとこなんですけども、ちょっと喋り出しちゃったんでまた後で塗ろうかなと思います。そうだ、最近ね、ちょっと前に私洗濯機買ったじゃないですか。洗濯機がいよいよ壊れそうと思ったので、その洗濯機買ってからもう数日ぐらいでね、そろそろ冷蔵庫買わなきゃっていう感じになってきたんですよね。あの、急に暖かくなったじゃないですか。で、冷蔵庫の中からね、この炭酸水を取って、ぐっと飲んだらね、あれとか思って、冷えがちょっと甘いような気がするんだが、とか思って、そうそう。冷蔵庫の中のね、この設定温度みたいなの軽く変えれるところあるじゃないですか。それが特別冬バージョンになってたわけでもないんだけれども、ちょっとね炭酸水の冷えがまあちゃんと冷えてはいるんだけども、前だったらもっとキンキンに冷えてたような気がするのに、ちょっと冷えが甘いなって思ったんですよね、去年とか飲んだ時に比べると。だからちょっともしかしてこの冷蔵庫さんもね、冷やす能力がちょっと落ちてきちゃったのかもなーなんて思ったりしました。まあもともとね、この冷蔵庫の開け閉めする時の何このピタッとくっつく感じが少し弱くなってるなとかいうのはね、もう何年か前からそういうのはあったりとかしたんですけれども、なのでね、しっかり締めるようには気をつけたりとかしてたんですけども、今回はしっかり締めててもちょっと冷えが前よりも甘くなったかなっていうのを感じるようになりました。で、去年くらいからね、ちょっと冷蔵庫の動作音が、このブーっていう動作音がちょっと大きくなったりとかしたこともあったと思うので、去年もね、ちょっと冷蔵庫さん大丈夫かなって思ったりはしてたんですよね。でもね、なんかいよいよ冷蔵庫も買い替えかもなっていうふうに思って、もう先日洗濯機を買ったばっかだけども、また近日中にね、洗濯機買った電気屋さんに行って、今度は冷蔵庫買ってこようかなっていうふうに思いました。あの、なんだろう。多分、冷蔵庫、今の感じだと、わかんないけど、どっちにしろ電気代もね、ちょっとかかってると思うんですよね。もう10年えいつ買ったんだろう、これ。冷蔵庫でも10年くらいは経ってるか。10年以上経ってますね。そうそう。なので、まあ、年数が経ってるっていうのもあるし、冷えがちょっと甘くなったりとか、このちょっとね、ドアが少しぴったりめのが、それが少し弱くなってきた気がするので、そういうところからでも冷気が若干漏れたりとか、効率は落ちてると思うので、あと動作音が大きくなったりとかね、多分それも電気代が多くかかっちゃってるサインの一つになってるかもしれないので、どっちにしろね、もう年数が経った冷蔵庫なので、新しい冷蔵庫にね、とっと買い替えた方がいいかなって思いました。特にね、壊れちゃってからだとね、例えば中に入ってる冷凍のお肉とかね、そういうのを一気に食べなきゃならなくなったりとかして大変じゃないですか。
なのでもう完全に壊れる前に計画的に買って、その冷蔵庫がねこう搬入される日までにはなるべく冷蔵庫の中のものをね減らしておいてっていう状態にして買い替えちゃった方がいいのかななんて思ったりしました。だからね、洗濯機を買って1ヶ月以内とかでまた冷蔵庫を買っちゃうかもななんて思いましたね。まあ買いに行くのまためんどくさいっていうのはあるんですけれども、でもなんとなくこう梅雨になる前に買い替えた方がいいかなっていう気がして、なんかこう搬入の時とか大変そうじゃないですか。まあ、別に私が搬入するわけじゃないんだけど、でもなんとなく雨の時じゃない方がいいかなっていう気がするので、なんとなく6月上旬くらいには買いたいなっていう気がしますね。なんだろう、こういう家電の買い替えって結構重なりますよね。うん、まあでもいずれは買わなければならないものだし、まあ古いものだとね、まあ物にもよるけれども冷蔵庫とかだとちょっと電気代とかの消費っていうのを考えてるとね、完全に壊れてから買い替えるよりね、やっぱり今買い替えた方がいいのかもなって思ったりとかしました。うん、まあそんな感じですね。で最近ねこうちょっと思ってることというかね、って思ったこととして、私の肩こりっていうのは結構もう1年ちょっとぐらいは悩んでるんですけれども、肩こりと同時なのか別なのか分かんないけど、その肩関節がちょっと痛いっていうのもね、軽い悩み、日常の中での軽いストレスだったりとかはしたんですよね。で、その肩関節の痛みっていうのも肩こりとこう並行して起こってきたことなので、肩こりなのか肩の関節痛なのか両方なのかみたいな、どっちも混じってて、なんとなく肩がちょっとね凝るんだよね、痛いんだよねっていうのをずっと感じてたんですよね。でやっぱりこう1年半ぐらい前からね、完全在宅ワーカーとして結構エンジンをかけてというかね、結構根詰めてやってた時期があったんですよね。特に2025年、去年1年間ぐらいはね、かなり頑張ったと思うんですけども、その分慢性的な肩こりだとか、肩も痛くなったりとか、あとはこの昇降デスク、スタンディングデスクを使うことによって腰痛とかはこう回避してきてはいたんだけれども、その分ねずっとこう動かずにじっと立っているので、結構足がむくんだりとか、こう膝下ふくらはぎのあたりとかに結構負担がかかって血流が悪くなってとかね、そういうちっちゃい体の不調ってほどじゃないかもしれないけど、そういう支障みたいのはね出てたんですよね。その中でも肩こりとかはね、ちょっともうこう普通に生活しててもう辛くて、無理だってなっちゃうと、湿布じゃなくて塗り薬あるじゃないですか、アンメルツ横横みたいなやつそういうのを塗ってどうにかこう頑張って仕事をしてたみたいのを結構繰り返してたんですけれども、あとはねこう肩こり改善のヨガとか、あとは仕事の休憩時間に3分の肩こり運動をするとかね、そういうのはしてたんですけども、結果的に今年に入ってから徐々に肩こりも肩痛はあんまりあれかな、肩こりは良くなってきたんですけれども、っていうのも結構ね仕事の時間をね短くしたっていうのがありますね。ちょっと更年期の症状も軽く出てきたのもあって、去年までは結構限界までかなり今から思うとね結構根性入れて頑張ってたなと思うんですけれども、体調第一に考えてちょっとペースダウンして今年はね仕事をしてたので、そしたらやっぱりその分肩こりっていうのも前よりもだいぶ良くなってきて、こう湿布とかアンメルツ横横みたいのを塗らなくてもこう普通に過ごせるようになってきたんですよね。
で、昨日今日ぐらいでふっと思ったのは、この肩こり以外に肩の関節の痛みっていうのもあったんですけれども、それがね、あれちょっと良くなってきたなっていうのを感じたんですよ。で、この肩の関節の痛さ、私これって四十肩かもなっていうのはなんとなく思ってたんですね。ただこう上に上がらないとかそういうのはないんですけど、一応可動域はあるんだけども、ただ単純に痛いっていう。で、こう結構こう肩をこう上に上げてストレッチとかすると、やっぱりこう今までは痛くなかった部分がこの動きをすると痛いっていうのはあったので、まあ肩、いわゆるこれがね、四十肩なのかもなっていうのは思ってました。ちょうど更年期で性ホルモンが減ってきてる時期とかね、そういうのもあったので、そういうホルモンバランスの変化とかもあったから、四十肩的なものが出てもおかしくないなっていうふうには思ってたんですよね。で、出始めた頃ね、その肩のが痛いっていう症状がね出始めた頃、やっぱりネットでググったりとかして、これって四十肩なんかなとかいろいろ検索したりとか、いろいろ読んでみたりとかしたんですけれども、肩こりっていうのは、肩こりじゃないや、四十肩とか五十肩って言われるものって、原因とかがはっきり解明されてるわけではないみたいなね、こういう症状ですみたいなね、多分これが原因ですとかね、いろいろそういうのはあるんですけれども、なんかいろいろ読んでるうちに、多分ね、この四十肩とか五十肩っていうのはもう誰でもなり得るもの、20代のね若い人とかでもなる人もいるし、それがね40代50年とかね中年期に入ってくると、それがより出やすくなるというかね、その要因がいろいろ重なるっていうことで、もともとのベースの体もね老化しててっていう部分もあるので、だから年齢問わず、20代とか若い人でもなり得る症状ではあるものの、そもそも体の機能自体が少し老化している人間の方がよりその要因が重なったりとかして発症する可能性が高まりますよっていうね、そういうものなんだろうなっていうふうに私の中ではねいろいろ読んでみて結論付けられました。で、だから40とか50とかじゃない人でもなる症状っていうことで、一般的にはね症状名としては肩関節周囲炎っていう風に言われるらしいです。その名称の通りなんですけども、肩関節の周囲が炎症してますっていう症状ですよね。確かにこの関節の部分がこう痛くてゴリゴリした感じと、あと私の体感覚的にはその関節の周りをなんていうんだろう、ジョイントしている筋みたいな部分がね少し固まってるというかね、そこがキツキツしてるような、そういうような体感覚もあるので、だからこれがいわゆる四十肩なんだろうなっていうふうには思ってましたね。ただ私四十肩なったことがない時には、四十肩ってなっちゃうと腕が上げられないもんだと思ってたんですね。だけど私はちょっと痛みはあるけども腕は全然上がるし、別に普通に動けることは動けるんだよななんて思ってたんですよね。だから四十肩とは違うのかなって思ってたんですけれども、その肩関節の周辺が炎症するっていう症状で、それが例えばこの重度になったりとか、もしくは痛くなった時とかに一切それで動かずに数ヶ月暮らして可動域もそれで狭まっちゃってっていうような症状であれば、結果的に上に上がらないっていうこともあると思うんですけども、その激痛の度合いがもうすごい激痛になる具合で全く上がらなくて、結局そこが硬直していくとかね。だから
動く状態でもいわゆる四十肩五十肩である肩関節周囲炎とも言えるんだろうなっていうふうに思って、で多分私がねこの肩痛いけれどもずっとこう普通に上にも上がるし動かせたっていうのは、私がね習慣として毎朝朝ヨガをやってるんですね。B フローっていう YouTube チャンネルの中での朝ヨガっていう再生リストの中のね、朝だからね疲れることやりたくないんで簡単な動きの10分ぐらいのやつなんですけれども、でそれやってると結構ね当たり前のように肩もねストレッチする動きが入ってくるんですよね。だから私は毎日必ず普通の日常動作以外にこのヨガ的なストレッチの動きっていうのを毎日毎日コンスタントにやってたので、それをやることによってなんか最近肩は痛いな、昔はこのポーズしてても肩全然痛くなかったのにこのポーズするとちょっと痛いんだよなと思いつつもなんだろう、このストレッチ肩の動きっていうのはずっとやり続けてたので可動域が全然狭まらず、もしかしたらこうひどい症状になるのも抑えられてて、日常生活にはちょっとあれだけれども普通にできるぐらいのレベルで大丈夫だったんじゃないかななんて思ったりしましたね。で、今日昨日ぐらいでちょっとだけその肩の痛みが良くなったかもって思ったのは、もしかしたらその回復期みたいのにね入ったのかなっていうふうに思いました。でこのネットでググった時とかね、結構この治療方法っていうのがなんだろう、これですっていう治療方法がなくて、要は時間が経てば治りますみたいな感じだったんですよね。でもちろんそういう時もね生活習慣整えたりとかすごい無理に動かすのは良くないけど適度には動かしてストレッチさせたりとか、そういうのはあったんですね。そうすると大体3ヶ月とか半年とか1年とか人それぞれみたいですけれども、この時間が経つともう治ってくるみたいなんですね。だから一番最初痛いっていうなった時は急性期、もしくは炎症期って書いてあった記事とかもありましたね。だから一番炎症が発生してすぐの時ですね。だから最初痛い時期ですよね。でそれからだんだんと少し痛みが引いてくる慢性期っていうのがあるらしくて、記事によっては拘縮期って書いてありましたね。拘束するの拘に縮小するとかの縮ですね。拘縮期ってあって、この単語のイメージからだんだん炎症の部分が少し良くなってくるのと同時にあんまり動かさなかったことによってそこが固まってっちゃうみたいなね、そういうイメージですよね。だからねこの拘縮期っていうのは痛みはちょっと徐々に引いてくる段階ではあるけれどもそれまでに硬直してしまった痛みとかで動かせなかったりとか硬直してた部分の肩周りをほぐすような運動とかをちゃんとした方がいいっていう風に書いてありましたね。だから私は回復期っていうよりももしかしたらその一段階前の拘縮期なのかもしれないなっていう風に思ったりしましたね。でもね私普段から結構肩はそうやって朝ヨガの時とかね動かしたりとかしてるので、あとは仕事の合間とかにねこの肩を動かすストレッチとかをねいろいろ、特に気をつけてやってったらいいかななんて思ったりとかしましたね。で最後回復期なんですけども、それはもうねだいぶ多分痛みとかもほぼ良くなってきてもうほぼ治ったなみたいな感じの時なのかもしれないですけれども、この時期はねいわゆるリハビリをやる習慣とかっていう風に書いてあった記事もあって、だから治っちゃったからよかったよかったって思ってないでずっとね今まで痛くて凝り固まってたりとかしてたのをいろいろ動かしてみて可動域とかがね狭まってるかもしれないので、そのまま固まっちゃって可動域が減ってしまうと良くないので、もうその時期はねリハビリ期だと思っていろんなポーズ
ビーフローのね、肩こりとかね、その辺のポーズとかを見ればいろんなポーズがあるので、そうやってね、可動域を少し広げるようなリハビリ期だなっていうふうに思ってやった方がいいのかなって思ったりとかしましたね。そんな感じでね、私のもしかしたら四十肩だったかもしれないその肩の痛みがね、ここ今日とか昨日くらいからちょっとちょっとだけ良くなってきたかもっていう風に感じたので、良かったなっていう感じですね。ちなみにね、私は右肩がね、すごく肩が変になってて、左肩はね、多分左肩は肩こりはあるけれども、肩痛、四十肩的な症状は多分ないので、右肩だけだったのかな。やっぱり仕事でもね、右肩一番よく使ってたかなって思うので、それでね、肩関節周囲炎になっちゃったのかもなっていうふうに思いますね。で、さっきもちらっと言いましたけど、これ若い人でもなるらしいんですよね。で、だったら四十肩五十肩っていうわけじゃないんだなっていう認識なんですけれども、だから若い方はね、逆にどういう原因でなるのかなっていろいろ見た結果、はっきりは分かんないんですけども、この肩関節周囲炎になる要因としてはやっぱり運動不足だったりとか、だからあんまり動かしてないとかね、でデスクワークがこうやりすぎてて、普段全くこう動かずに固定した状態でね、こう過ごしているとかね、あとは疲れが溜まっててとか、同じ姿勢をずっと続けたとかね、あとは単純に普段猫背だったりとか姿勢が悪い人とかもなりやすかったりとか、あとは血行不良になるような生活習慣だったりとか、あとは食生活とかね、だから普段から運動もあんまりせずにじーっとしててとかね、そういう人もあれですよね。あとはストレスとかね、ホルモンバランスの変化っていうのもこの四十肩五十肩になる要因、四十肩ってまた言っちゃった、肩関節周囲炎になる要因だっていうので、もしかしたらね、私はやっぱり更年期でホルモンが減ってきたっていうのも結構要因だったのかもなって思いますね。で、じゃあ若い人がなんでなるのかっていうと、今ね、若い人でもスマホの普及とかね、あとはデスクワークとかでね、ずっとこう動かさずにちょっと下向いて、あとは巻き肩みたいになって生活をずっとじーっとしてる、ゲームしたりとかねもあるだろうし、そういう人が増えてるっていうのもあって、それでこの肩関節周囲炎になっちゃうっていう要因の一つになるんじゃないかなって思ったりとかしましたね。あとは原因の中で運動のしすぎっていうのもあったんですよ。運動のしすぎっていうか、多分肩に負荷をかけすぎるっていうことですよね。炎症が起こるくらい。だからその運動というかね、この肩関節に負荷をかけすぎたことによって炎症が起こったりとか、あとは運動をしてるとね、病院に行くほどじゃなくても微小の怪我みたいのって起こるじゃないですか。関節の部分とか、そういう筋肉とか筋の部分とかね、それが自分では認識できないぐらいのレベルで微小の損傷みたいなのを起こしながらでも回復してっていうのを繰り返してると思うんですけども、多分ね、そういうのを肩の部分が特に負荷がかかって微小の怪我が続いちゃったりとかね、そういうこともすると、負担かけすぎちゃったりすると、肩関節周囲炎になるきっかけにもなるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だから女優の土屋太鳳さんの弟さんもこの四十肩になったみたいなね記事を見つけたりとかしたんですけども、土屋なんとかさんごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけど、その弟さんはまだ20代の方ですからね。でも俳優さんとか声優さんとかやってたりとかするみたいですし、もしかしたらいろいろね体を動かしたりとか負荷をかけたりとか、もしくは何かをねこの練習とかしてる時にずっと同じ姿勢で読んでたりとかね、とにかく何かを負荷を
かけてしまったことが原因で、その肩関節がね炎症を起こしちゃったっていうのもあるかもしれないですよね。そうそう、あとね過去の怪我とかね、過去の手術とかもね、この肩関節周囲炎になる要因というかね、きっかけの一つもあったりするっていうのも読んだので、そうそう、それで言ったらね、私肩はね結構脱臼癖があって、もう若い頃すごい何回も脱臼したんですよ。もう笑っちゃうんですけど、右の肩は9回脱臼してるんですね。で左の肩はね多分4回か5回だったと思うんですけども、右肩9回っていうのなんで覚えてるかっていうと、絶対に10回2桁は脱臼しないように何があっても気をつけようってね、もうその時から、普段からもともと気をつけてはいたんですよ。もう何回も脱臼してるから。でも本当に些細なことで脱臼しちゃうから、絶対には10回は脱臼しないっていうのをものすごくある時からすごい気をつけて、些細な衝撃ですらものすごくこう気をつけてやりましたね。ほんのちょっと壁に手をついただけとかでもね一回脱臼したことあったんで、あとね体が冷えてたり冬とかで冷えてるとちょっとした衝撃でも脱臼しやすいとかね、いろいろ経験値を積んでたんであとは肩の周りをちょっと筋トレって言ってもこのインナーのなんかを鍛えるやつなんですけど、ゴム紐っていうのかなを家の中のどっかにこう結んで、それをこう地道にこうゴムを引っ張るようなね、そういう運動をしたりとかしてねとにかくね10回脱臼しないように気をつけたりとかして、結局ねそれから私は脱臼をせずにそうそう過ごしているんですけれども、そうそう、ただね、それももしかしたら要因の一つにはなってたかもしれないですね。わかんないけどそれも数パーセント四十肩っていうか炎症肩関節周囲炎になりやすい要因の数パーセントにはなったかもしれないですね。そうそう、だから私もねストレッチとかしてこの関節、肩に限らずなんですけども、関節の可動域をなるべくこう狭めずにある程度可動域をキープするっていうのも大事なんですけども、ちょっと肩に限ってはねあんまりこう柔らかすぎちゃうと可動域が広すぎるとこう怪我しやすいというかね、脱臼しやすいっていうのもあるのでね、それが難しいところではあるんですけどねちょっと話がそれちゃったな。だからねこの肩関節周囲炎に関しては若い人も老人も誰でもなり得る症状なんだと思います。そもそも肩ってね関節の中でも結構他の関節の部分と違って特殊なですよね。だってこんなに 3D に動く関節ってなかなかないですよね。股関節もそうですけれども肩関節の方がよりこう広範囲に3D に動けるし、普段からめちゃめちゃ使うところじゃないですか。だからそういう意味でこう炎症になりやすい部分、他の関節に比べてねよく使うし、そういうところではあるんだろうなって思いますね。で誰でもなりうるこの肩関節周囲炎がなぜ4、50代でなるのかっていうと、結局はこういう要因でなりますっていう要因が1個じゃないと思うんですよね。このさっきも言ったようにこの運動不足血行不良から過去の怪我とか手術だったりとかもしくは運動しすぎで負荷をかけた、あとはストレスとかホルモンバランスの変化とかね、そういうこう、いろんなこうものが要因、つまりどれもこれもがトリガーなんですよね。ちっちゃいトリガーじゃない、ちっちゃい要因になってて、その要因が一定の水準までこう達した時にそれがトリガーになるっていう感じですね。そうそう、だからつまりもう飽和状態になっちゃったってことですよね。その要因がいろんなちっちゃい要因がたまりにたまって飽和状態
になって、そこを突破したところがトリガーになってこうバキューンといったってことですね。そういうイメージで、その要因っていうのが結局年齢とともにこう老化してくると、体の中身もねこういろいろ炎症自体も起きやすくなるだろうし、この関節の周りのこの腱とかね、こう筋の部分とかもちょっと硬くなりやすいしとかね、あとはホルモンバランスとかもねちょっと崩れやすい、この更年期の時期になったりとか、あとは血行不良っていうのもね、若い時よりも筋肉量が減ったりとか、動きとかもあれになったりとかして、あとコラーゲンも減るとかね、いろいろそういう要因もあるので、要はその肩関節周囲炎になる要因っていうのが若い時よりもベースの体が違ってる分、その飽和状態になる、そのトリガーが引かれるところになるまで要因がこう溜まっていくのが年取った方が多くなりやすいっていうのはありますよね。炎症しやすいっていうのはあると思うので、なので結果的に40代とか50代くらいの中年期に入った時にその飽和状態を突破してそのトリガーが引かれてしまったっていうねそういうのもあるのかななんて思ったりしましたね。それでネットでいろいろこういう自分はこれで40肩になった50肩になったっていうそういうねストーリーをこう見た中でやっぱりねその40肩とか50代肩になるきっかけとしてある日突然なったっていうのもあるんですけれども、やっぱり疲れを溜め込んでいたとかね、あとはすごい分かりやすいなと思ったのは、ある人がすごい仕事超忙しくて寝不足だったりとかして、でも海外のどっかに行く用事があって、それでどっかの空港で乗り換えをする時とかで一晩空港でこの椅子みたいなところで飛行機の遅れか分からんけど一晩そこで明かすことになっちゃったらしいんですよ。でその空港の中のこの椅子みたいなところで眠ったらしいんですけれども、だからこの疲れてる体でこの椅子みたいなところで変な体勢で、多分疲れてるからこそ寝返りとかもあんま打たずに変な体勢でグーって寝ちゃったんだと思うんですよ。そしたら40肩50肩がバーンときちゃって、だから多分その人はもともと疲労も溜まって寝不足で血行も悪くなってたし、体も炎症が疲れとかいろいろあるし起きやすい状態でもあったし、そこにさらに最後寒くて硬いところで動かさずに何時間もじーっとしてしまったってことで、それでトリガーがバーンとね引き金が引かれたんだと思うんですね。だからもしかしたら40肩なったことないよ、50肩なったことないよっていうね、肩関節周囲炎なんてどんな症状なの、どんなんだろうくらいな人もね、もしかしたらその要因がね積もりに積もっていって、その飽和状態になるギリギリのところにいるのかもしれませんよみたいなもしかしたらもうすぐそのトリガーは引かれるのかもしれませんみたいなねだから一つのものがトリガーになってというよりも、多分いろいろな小さいものが要因となって飽和状態に達した時にその全体がトリガーとなってバーンと引かれるっていうものなんじゃないのかなっていうふうに私的にはそういうふうに思ったっていうことです。なので普段からね肩とか全然別に40肩50肩なんかなったことないよっていう人とかもね、疲れとか溜めすぎたりとかせずに、そういう時はねちゃんと血行を良くして、例えば風呂上がりにねゆっくりストレッチをしてしっかり寝るとかね、そういうのを気をつけないとトリガーが引かれて肩関節周囲炎になるかもしれませんと。で若い人とかでもねちょっと姿勢が悪かったりとか仕事でね根詰めちゃってずっとじっと動かずにねパソコン作業したりとかスマホをしまくってたりとかね、
そういう場合はまあお気をつけなはれっていう感じでございますということで、なんか今回はこの肩関節周囲炎かな、ちょっと発音がのことについて話してみました。ということで、お気をつけなはれ。それではまた。